皆さん、こんばんは、のぶです。本コーナーはアニメジャッキャラ友崎くんに関して感想や考察をしていくことで、ジャッキャラ友崎くんと原作者薬ゆうき先生のファンを増やしたいという投稿主の思いから始まったものです。今回の動画を表示した上記のように、途中まではアニメ勢原作勢の両者向けに、途中からは原作勢向けのみに語っていきます。アニメ勢の方は上記のタイミングでプラウザバックをお勧めいたしますが、原作勢は最後までご覧になっていただければ幸いです。さて、今回は先日放送されたアニメジャッキャラ友崎くん第8話、低レベルのキャラだけじゃ解決できない問題もあるで初公開されたエンディング、あやふわアスタリスクのフォアナナミミナミ、つまりエンディングミミミバージョンに関するお話です。以前、第3話の4泉ゆずに関する動画でも話しましたが、ジャッキャラ友崎くんのエンディング、あやふわアスタリスクは、ダイアログさんという女性声優8人による声優ユニットが担当しています。しかし、アニメジャッキャラ友崎くんでは、そのエンディングをキャラが担当して歌うことがあると制作陣からほのめかされ、前回の第3話のエンディングゆずバージョンから約1ヶ月、ついにエンディングミミミバージョンが初公開されました。さて、例によって歌詞を書き起こしてみると、4話から8話のミミミ回を筆頭に、ミミミを思わせる歌詞が多く、号泣を免れませんでした。早速参りましょう。前回気づけなかった部分として、最初の短い言葉で心を表せ、回答用紙の空欄たちについて語ります。ここって共通部分じゃん、と思った方。その通りなのですが、歌詞という短い言葉で次から始まる個人パートの歌詞の空欄を埋めて心を表せという意味だったんだと思います。だから普段アニメで使われるほにゃららバージョンと言わずに、フォー何々と言い、今回で言えば、ミミミのための歌詞というわけです。最初からかなり深い秘密が読み解けなかったことに、まず反省しました。これからは、フォー何々を使わせていただきます。さて、個人パートに入ります。目指した希望に届いた、届かない。続ける努力もなかなか辛い。もうここは説明するまでもありませんね。希望や目標や理想の狭間で苦しむミミミの姿や、第8話で、ここでやめたらもっと辛いの裏に隠れる、続けることももちろん辛い様子が反映されすぎていて、ミミミ推しはここで号泣です。そして次の、最大限の憧れを抱く、最低限わがままを拾って、天秤にかけたなら分かってしまう。だからもう嫌、自分嫌いになる。では、いろいろな捉え方ができます。この5行を一つのまとまりで捉えるのなら、最大限の憧れという希望や理想。しかし、彼女は青春期真っ只中の女子高生ですから、遊びたい、休みたいなどの最低限のわがままは絶対にありますよね。それらを天秤にかけたとき、私は葵みたいに努力を貫けない、誘惑に負けてしまうことが分かっている。そんな私はもう嫌、嫌いだということでしょう。辛すぎます。別な解釈としては、前2行と後ろ3行を分けて考えられます。前2行の解釈は先ほどと一緒なのですが、後ろ3行では、天秤にかけるものを、七海みなみとひなみあおいと捉えましょう。8話の演出中でも、こういった光と影で2人を対比させる演出がありましたよね。2人を比べてしまったら自分は輝けないことが分かっている。私は葵には勝てない。そんな自分が嫌いだという風にも読み取れます。最後です。誰かと比べ合って答え出ないから、ここじゃない遥か遠く、キラキラって、ほにゃららし、会いに行くんだ、走るんだ。ここで先ほどの天秤のように比べることをしなくなったミミミの様子が語られていますね。第8話でたまちゃんに救われたミミミはそんなことをしても答えが出ないのだから私にしかできないキラキラを探そうというミミミの決意のように読み取れたのではないでしょうか。そして会いに行くために走るのはたまちゃんにでしょうか。最高の友情と捉えることもできますし、走るというのは陸上競技の意味に捉え、自分との勝負にキラキラを見出せるようになったのかもしれませんね。さて、アニメ勢の方はここまでです。ここまででもかなり最高の歌詞なのが分かっていただけたのではないでしょうか。では、今日もありがとうございました。では、ここからは多大な原作のネタバレを含みます。11冊すべて読んだ方のみお聞きください。では行きますね。私が語りたいのは最後のここです。これってまさに 6.5 巻7章振り切るためのスピードでのミミミなんです。私は放送直後のラジオでこのたまちゃんに救ってもらった解決法では問題があるという表現をしました。かなり水を差す表現で気分を害された方は申し訳ありませんでした。しかし、たまちゃんの中で一番というのは友情としては最高で否定できないというか大好きなのですが、これはかなり依存した関係です。たまちゃんがいなくなり変わったりしたら、ミミミは何をよりどころにすればいいのだろうかと、原作2巻時点で実はそう思っていました。そして案の定5巻で、たまちゃんは変わりましたよね。本質は変わりませんが、少なくともミミミの力がなくとも一人で立てる。
つまり、クラスでうまくやれるようになったんです。これで私は、み大丈夫かと思うようになり、出会ったのがこの 6.5 巻です。やはり217ページから218ページで、玉の一番でいられているのかなという趣旨の葛藤が、みの中に出てきていることが明かされます。特に変えたのは友崎ですからなおさらです。そして、この 6.5 巻7章の結末はどうだったでしょうか。一度は否定しまったみの自分に負けないという思いを抱けるようになった成長。そして、この方が私はもっと速く走れると考えられるようになり、そうしてひなみ葵から勝利を収めたのです。誰かと比べることなく自分に負けないという意識で走り続けた結果、キラキラという1位が手に入ったことをこの歌詞は表しているようにも読み取れます。この 6.5 巻でみは本当に救われたと言えるのではないでしょうか。そして重要なことになりますが、これは3巻の友崎くんの本当にやりたいことがないからノーネームは七種に勝てないはちゃめちゃ理論に似ています。アニメ第8話で自分に負けない1位じゃなくてもいいと考える七種はノーネームとすれ違っていましたが、この自分に負けない理論で七種同様にみやひなみ葵に勝つことができました。つまりこの 6.5 巻で七種の思いがノーネームに勝つ鍵だという物語の一貫性が示されているのです。本当にこれは中間巻なのでしょうか。さて今回の動画はいかがだったでしょうか。第8話神回でしたが、このエンディングがさらに神回へと昇華させてくれました。そしてこのようにみの話って一貫性もあり、人間味あふれるからやめられないんですよね。この作品に出会えたことに感謝したいです。こういった感じで今後もジャッキャラ友崎くんに関してとことん邪推しまくる投稿をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、皆さんのコメントもお待ちしております。ではまた次回の動画やラジオでお会いしましょう。さようなら。